読みました。バンドマリコさんはオーストラリア大使でした。今、日本の大学の学長です。はい。そう、私、バンドさんの品格の中で一番面白いと思ったのはゴールデンルールというところです。ゴールデンルールとは講師の考え方と同じで、自分がしてほしくないことは他人にもするなという考え方です。殺されるとか盗まれるとかというのはみんな嫌ですよね。ですから法律でもいろいろな宗教でも厳しく禁止しています。キリスト教では同じようなルールですが、次のように言っています。自分のしてほしいように相手にしなさい。しかし、人の好みは違います。自分がしてほしいと思っていることを他の人もしてほしいと思っているかどうかどうしてわかりますか？ですから、バンドさんは自分がしてほしくないことを他の人にしない方がいいのではないかと言っています。そしてそれをゴールデンルールと呼んでいるのです。さて、どうしたらゴールデンルールを守ることができるでしょうか？バンドさんの考え方は自分の中に他人の目を持つことが大切だと言います。つまり私たちは何かをするとき他人の目を持って他の人が見たらどう思うかといつも考えて行動すればそんなに悪いことや品格のない行動はできないのだと言っているのです。私もバンドさんの考えに賛成ですが、皆さんどう思われますか？はじめにバンドさんの女性の品格という本の目次を一通り読んでびっくりしました。特にこの本が2006年に出版されたという点です。実はずいぶん昔の本だと思ったからです。しかし本を読んで考えが変わりました。現在にとっても意味があると思います。例えば第5章の後輩や若い人を育てるという内容です。最近会社で人事のためのセミナーを取りました。会社の一番の宝が社員だ。上司が部下を育てるはずだという内容でバンドさんの考えと通じるところがありました。しかし変な章もあります。はじめ目次を見たとき西洋的なフェミニズムの思想ではないか考えました。例えば贅肉を少ないという内容とか健康の問題についてとかです。現在のアメリカでは女の人は自分の身体的な特徴を受け入れることが大切だと教えています。例えば太っていても痩せていても重要することが大切だということです。しかしバンドさんによると日本の社会の見方は違います。外見がとても大事だと言っているのです。バンドさんは条文で本を書いた理由を述べています。世界で女性の役割が変わってきています。母親としての役割だけではなく妻としての役割だけではなく
娘の役割だけでもありません。バンドさんはこのような女性像が多様化しているのです。バンドさんはこのような女性像が不確かになっていると言っています。現代にこの女性としてのガイドラインを提示したかったと述べているのです。一般的に子供の時からどのような人生を生きるかというビジョンを持つはずです。自分だけの人生設計を考えることは難しいです。バンドさんの方は日本の女性にとって具体的なガイドをまた方向性を指し示しています。それが本で人気が出ていると思います。